世界のジャパンチャンネルへようこそ。街中でよく見かける軽自動車ですが、日本独自のものだということを皆さんご存知ですか？今回はイギリスが熱望する日本の軽自動車に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。軽自動車とは日本の自動車規格の中で最も小さい規格のもので、排気量が 660cc 以下のものを指します。これは日本独自の規格となっており、戦後の高度経済成長とともに着実に生産数を伸ばし、2020年には車の国内保有数の実に3台に1台が軽自動車になるほど国民車として普及していきました。そんな中、イギリス BBC で人気のご長寿自動車番組トップギアのウェブ版で、イギリスに必要な日本の軽自動車10選として特集が組まれ話題となりました。どんな車が選ばれたのでしょうか。その記事とともに順にご紹介していきます。1、スズキアルトターボ RS。 魅力的なハッチバックはいくらでもある。しかしこれほどまでにキュートで高性能な車はない。優勝。2、ダイハツコペン。2011年にダイハツが撤退するまでイギリスで販売されていた人気車。おもちゃのようなユニークさがある。3、ホンダ S660。コペンの宿敵ともいえる車。動作性能は面白いほど俊敏で速い。ホンダよ、わかっているはずだ。4、トヨタピクシスメガ。近年は上に伸びていく箱型が主流。箱型は時に退屈だが、同時に魅力的でもあると教えてくれる。5、ホンダ N-BOX スラッシュ。こちらも箱型だが、浅い窓や隠れたドアの取っ手がスタイリッシュ。内装の赤い革張りは狂気すら感じる。6、スズキハスラー。リアゲートが特徴的で、ミニキャンパーバンにも変身できる。しかもすべてが5000ポンド強の価格で手に入る。7、ダイハツハイゼット。90年代にイギリスで販売された小型車。今も日本で生き続けており、どんな仕事も彼が引き受けてくれる。8、マツダスクラム。どれも同じように見える箱型の一つ。しかし積載スペースを確保するためパネルを極限まで薄くしている。9、ダイハツミラココア。これほど露骨に女性をターゲットにした車があっただろうか。いいや、ないだろう。10、三菱 EK カスタム。今私たちが本当に欲しい三菱車。近年三菱から車好きの心をくすぐるような車はほとんど出ていなかったのだから。以上が10選となりました。イギリスらしい言い回しがありつつも、どれも大絶賛でしたね。この記事に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。俺は日本の軽自動車を心から愛しているんだ。イギリスで販売していないなんて。ホンダ S660 に一目惚れ。狭い路地にぴったりなんだよな。ハイゼットはいつ来るの？もう少し軽自動車が世界に普及してくれると助かるんだけど。少し前に日本政府は安全性の観点から将来的に軽自動車を廃止したいと聞いた気がするが、まだこれだけ人気があるのは驚き。軽自動車って本当に可愛い。ラパンがお気に入りだな。イギリス政府よ、どうしても輸入しないというのなら、我々が日本に引っ越すしかないようだ。まさに軽自動車の理想郷だわ。アメリカでも買えたらいいのに。可愛さは確かに認めよう。しかしピックアップトラックや SUV を欲しがるアメリカ人の方が多いのも事実。
アメリカのだだっ広い道路を軽自動車で走ったら恐ろしいことになるだろ。これはイギリスだけでなくどこでも必要なものだ。価格や燃料費を抑えられる。日本車は横転しやすいのが難点。どれも車幅が狭すぎるんだ。日本に何度も行ったことがあるけど、軽自動車は国民車として本当に普及しているよね。実用的だしかっこいいし、都会に住んでいる人には理想的な交通手段だと思うよ。羨ましい。私は今日本に住んでて、スズキのハスラーを買ったばかりなの。名前がちょっとバカっぽいんだけど、普通の車と同じような運転感覚で運転が楽しいわ。日本に住んでるアメリカ人です。ホンダ N1 に乗ってます。日本の道路は狭いのですが、移動は簡単。燃費も良いです。保険料や税金も安くて助かっています。サイドエアバッグは搭載されてる？ヨーロッパでは全ての新車に標準装備されている。日本も世界に追いつく必要があるんじゃないか？オランダに輸入希望。正直言ってオランダには軽自動車が必要だと思う。うちの近所の狭い路地にぴったりだ。同じ右ハンドル、左側走行で同じ島国同士なのに、どうやったらイギリスで買えるんだ？以上が海外の人々の反応でした。イギリスだけでなく、ヨーロッパ全体やアメリカからも、日本の軽自動車を熱望する声が多いですね。日本の軽自動車はそのまま、ジャパニーズ軽カーと呼ばれており、日本独自の小型車として世界から認められています。ロンドンの交通渋滞はヨーロッパで最悪レベルとまで言われているイギリスでは、小回りが利き、燃費のいい小型車が特に愛されているようです。実際、ダイハツのコペンは販売当時日本の軽自動車規格のまま販売されたにもかかわらず、当時ではまだ珍しかった電動式ハードトップと快適な走りでイギリスで一躍人気となりました。イギリス以外のヨーロッパ圏でも道路の狭さや駐車スペースの狭さからコンパクトな車が好まれる傾向にあります。日本の軽自動車はヨーロッパの人々の車のニーズを満たしている点が多いように思えますが、実際には海外では軽自動車はほとんど販売されていません。それはなぜなのでしょうか。その理由として、まず税制の優遇措置がないことが挙げられます。日本以外では軽自動車という規格が存在しません。合わせて自動車税や保険に対する税制の優遇措置もないため、海外では単なる車格や排気量が小さいだけの車でしかないのです。次に安全性の問題です。安全性の基準は国によって異なります。特にアメリカの衝突安全基準は厳しく、軽自動車の公道での運転が禁止されている州も存在します。アメリカのような国土が広い国では長距離移動が多くなり、速度が速い状態での運転が長時間続くことが理由。とりわけヨーロッパは公道の速度域が日本より高く、郊外の一般公道では時速 80km、高速道路では時速 130km 制限が広く適用されています。安全基準に対して厳しい目を持つのは、速い速度からの衝突事故が現実的であることを表しています。最後に、排気量と CO2 排出量の問題です。イギリスをはじめとするヨーロッパでは、2000年以降、排気量ではなく CO2 排出量に基づいた税率を適用しています。道路環境や車文化を考えると、日本の軽自動車にもチャンスがあるように感じますが、すでにヨーロッパでは環境負荷による税率を採用しており、近年のハイブリッド車や EV 車と比べると、日本の軽自動車が小排気量のアピールだけで存在感を表すのは難しいでしょう。ガラパゴス規格と言われていますが、軽自動車の技術が海外で通用することは明らかであり、日本の軽自動車が独自の文化を発展させ、世界から愛される名車を生み出してきたことには間違いありません。アメリカやヨーロッパ以外の国や地域ではどうでしょうか。一足早くヨーロッパから撤退を決め、
東南アジアへシフトしたダイハツは、マレーシアで現地資本の合弁会社を設立し、既存の日本の軽自動車をベースに、市場のニーズに合わせた形で OEM 生産を行っています。40年も前にインド市場に参入を決めたスズキは、現在ワゴン R と同じプラットフォームを採用し、ボディサイズやエンジンを大型化することで、こちらも新しいコンパクトカーとして人気を獲得しています。販売シェア率はなんと 43.4%。インドでは新車の約2台に1台がスズキということになります。これら新興国向けのコンパクトカーが近い将来、日本に逆輸入される日がやってくるかもしれませんね。実際に好調な海外での販売に対して、日本国内の状況はというと、全国軽自動車協会連合会が令和元年に発表した軽自動車の世帯あたりの普及台数を見ると、44年続いた前年比プラスがストップし、初めてマイナスに。これは日本での軽自動車の普及が頭打ちになったことを示唆するものであり、今後は日本以外での販売も視野に入れていく必要が出てきました。税制や安全性といった交通環境の違いから、軽自動車を日本仕様のまま輸出することは難しいですが、今後、ヨーロッパでは自動車のハイブリッド化、EV 化が急速に進んでいくことが予想されます。また、アジアの新興国では、未だに自動車普及率が低く、今後、市場の拡大が期待できます。日本のものをそのまま売るのではなく、相手の欲しがるものに変えていく技術力が必要になっていくのではないでしょうか。日本のアイデアの魂ともいえる軽自動車、今後の展開に期待ができますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。